んにちは、ゆきみんです。前々回の動画かな、ポーランドから今日本に帰れなくて困ってますっていう動画を出したんですけど、コメント欄とか本当に優しいコメントありがとうございました。ずっとこの話したいなって思ってたんですけど、なんかこうセンシティブな話題というか、最近やっぱもうみんなこのことですごく、みんなじゃないけど、海外から帰るとか日本から行くとかそういうことに関してはもう本当様々な意見があり、喜んでる人もいれば悲しんでる人もいる、怒ってる人もいればみたいな感じで、触れにくい話題というか、私の中ではちょっと触れにくい話題だったんですよね。なんだろう、やっぱり私は外国に住んでいる日本人の立場、言ったら在外邦人として物事を見るというか、そうですよね。やっぱ帰れないっていうのは、今日本はこんなにきつい規制張ってるんやとか、ここまでやるんやとかっていうのは、外国にいる日本人としてはやっぱそう思っちゃうんですよね。やっぱそう思うんですけど、でも自分がね、日本に今いるとしたら、同じように思えるかなというと、それが分かんないですよね。規制なんてそんなんいいから、もうさっさとみんな入れてあげたらいいのにとか、そういうことを私は日本にいたままで思ってたかというと、ちょっとそれはちょっと自信がないというか、だからなかなかね、この話難しいんですよ。自分として言うのか、それともこういろんな人の立場に立って考えるのかっていうのはまた全然事情が違うので、だからやっぱね、帰れないっていうのはやっぱ自分の中では本当にイライラが溜まってる、すごいこうフラストレーションが溜まってる状態なので、家族ね、母親とかには言ったりとか、ちょっと愚痴っぽくなっちゃったりはするんですけど、それをそのままね YouTube でベラベラ喋ったりすると、またそれはちょっと違うかなと思うので、話するかなっていうのは悩んでたんですけど、動画を出した後に、その海外に出るんだからそれぐらいの覚悟はしてたでしょっていうコメントがあって、そりゃあ覚悟はしたけれども、覚悟はねしますよ、覚悟はしますけど、でもそんなね、意味わからへんウイルスが急にバーって流行って、世界中のみんなが、日本人、アジアの方だけじゃなくてみんながマスクするようになって、世界中がパニックになって母国に帰ろうと思っても帰れないみたいな、そんな壮大なストーリーを予想してから海外に出る日本人なんてね、いないと思います。さすがにこれはすいません、そんな日本人はいないと思いますよ。やっぱり覚悟の種類が違うというか、みんなやっぱりその自分はこういうことに挑戦するんだとか、ここに身を置いて頑張るんだっていう、それぞれね、そのいろんな覚悟をされて、私はポーランドに来ましたけど、世界各国いろんな国に住まれてる方がいらっしゃって、それみんな覚悟はすると思うんですよね。結婚されるとかで外国に住むとかでも、やっぱそれは全然違いますからね。その全然違う環境に身を置くというのは、誰であっても覚悟はするだろうけど、でもそんなウイルスがめっちゃ流行って世界中パニックになるところまでの想像をして、それに対する覚悟なんていうのはなかなか難しいと思いますね。私もこんなことになると分かってたら、もちろん日本から出てなかったと思いますよ。やっぱりね、そういうことは思ったんですけど、でも一理あるなというか、海外に出るのはすごく基本的に楽になることではないと思うし、怖いですよね。その最初はね、怖いし、やっぱ楽なことばっかりではない。もちろん自分は日本よりもこっちの国の方が合ってたとか、そういう発見とかはあるかもしれないし、それでちょっと人生が楽になるとかも全然あると思うんですけど、でもやっぱ最初はね、みんな怖いですよね。どういうことがあるかなとか、どんな文化のギャップで悩むかなとかね、いろいろあると思うんですけど、私がなんでそこまで海外に住むということに今すごくこだわっているのかっていうと、今まで感じたことのない悩みを感じたいっていうのが一番の理由です。本当にこれは一番の理由で、海外に出て求めるものってすごい人それぞれ違うと思うんですけど、私はすごいこうキラキラしたいなとかなんていうのか、かっこいい海外生活を送りたいなとか、そういうことはね全然思ってないんですよ、本当に。だからそういう動画とかもあんまり出せてなくて、Vlog とかもなんかめっちゃ地味な感じで申し訳ないですけどスーパーの動画とかね、本当地味であれなんですけど、でもあんまりその海外に行ってここに行ってここに行ってとか、そういう感じのことがしたいとか全然なくって、悩みたいというか、仕事もそうなんですよね。やっぱ会社で悩んでた時って、
やっぱ会社の悩みって決まってくるじゃないですか。ある程度働いてたら、上司とこういうコミュニケーションうまくいかんなとか、人間関係うまくいかんなとか、仕事でここ手こずるなとかって最初はすごいこうわーって思ったりすると思うんですけど、でも3年4年とか働いていくと、またこれかみたいな、またこのことで自分また同じようなことで悩んでるわみたいな感じで、だんだんやっぱ月日が経つにつれて悩みのカテゴリーというか、もうこれ悩み飽きたわみたいな感じになってくると思うんですよね。私はその会社辞めた、一番と言ってもいいほど大きな理由っていうのは、そこでの悩みに飽きたっていうのがすごいあって、もう考え尽くしたというか、もう解決するしないの問題じゃなくて、飽きたな、自分がこう内向的で会議でうまく発言できなくてもじもじするのとかも、最初はこれどうやったらうまくいくんかなとかいろいろ悩んだりとかしてたんですけど、もうね3年目とかになってくると、また同じことで自分悩んでるわ、もう飽きたわみたいなそんな感じで、じゃあフリーランスになったら違う悩みが感じられるかなと思って、今絶賛フリーランスとしての悩みを感じられてるんですけど、それで住む場所っていうのもそうだと思うんですよね。日本に住んでたら住んでたで、やっぱり日本のなんとかってこうやなちょっと濁しすぎた日本の政治ってこうやなとか、もっとこういう社会になればいいのにとか、日々の愚痴ってあるじゃないですか。それって結構日本の文化ならではのことだったり悩みだったりとかあると思うので、すごい飽きてくるんですよね。だから、ちょっと住む環境を変えて違う悩みというか、その国ならではの悩みみたいなのを感じてみたいっていうのがすごい強いんですよ。今は私すごいポーランド、自分にとって悩みのレベルがぴったりくるというか、本当に国それぞれいろんな事情があるのではっきり言ってはいけないことだと思うんですけど、例えばこっちに比べたらね、めっちゃしょうもない話ですけど、こっちに比べたら、タイとかシンガポールの方が日本人の方多いし、日本食気軽に食べられるし、日本のものも気軽に買えるしみたいな、そういう違いあるじゃないですか。私はあえて日本のものがあんまり手に入らない国にいるのが自分に今しっくりくるというか、言葉とかもそうですよね。その英語が通じる国か、通じにくい国かっていう、ポーランドはカンボジアは全然 OK なんですけど、やっぱりそのちょっと田舎とか、ちょっと中心街離れたりするとなかなか英語通じにくかったり、あと世代によって通じにくかったりするんですけど、自分の場合は通じないところに身を置いて悩む方がいいと思ったんですよね。今までの経験とかパーソナリティとか考えて、私は今はちょっと通じない国に身を置いていろいろ悩んでみたいなとか、結構悩みって悩んだみたいな、うわーみたいな感じで思うじゃないですか。またなんか悩み来てしまった、めんどくさみたいな感じで思うと思うんですけど、なるべく悩みというのは自分で自ら迎え入れるというか、掴みに行くぐらいの、夢掴みに行くような勢いで言うんですけど、ちょっと悩みを掴みに行くぐらいの気持ちでいた方が人生は楽しくなるんじゃないかと。楽しくなるっていうのはそのファンみたいな、イエイみたいな楽しいじゃなくて、こうなんか味わい深くなるというか、悩みがないってね、面白くないんですよ。例えば肌悩みとかも私すっごいそうだと思ってて、ポーランドは乾燥地帯っていうか、めちゃくちゃ冬乾燥するので、とにかく肌がね乾燥して仕方ないんですけど、乾燥で悩んでいるからこそ、じゃあこれ使ってみようかなとか、これ買ってみようかなとか、いろいろ調べたりとか、新しいもの試してみたりとかして、その間すごい辛いかっていうと、実は結構楽しかったりするんですよね。これ使ったら良くなるかもとか、これ塗ったから明日の朝ちょっとマシになってるかもとか、そういうのってあるじゃないですか。だから悩みっていうのはなんかすごいこう避けるべきものって思われがちだけど、ちょっとある方が私はいいと思うんですよ。前コンプレックスの話、顔のコンプレックスの話でしたんですけど、私すっごいこの目が細いのがめちゃくちゃコンプレックスだったんですけど、メイクとかでもそうじゃないですか。コンプレックス解消メイクとか言って、私結局メイクの技術がゼロなので全然うまくできないんですけど、でもこれやってみようかなとか思いながら、YouTube とか見ながらやってみるのが実は楽しかったりするじゃないですか。悩みって怖がるのではなくって、ちょっと楽しむ余裕っていうのが、ほんとちょっとでいいんですよ。やっぱ悩んでる最中だともうそれどころじゃないわって思うかもしれないけど、でもほんのちょっとでもでも悩んでる自分も悪くないなみたいな感じで考えていくと、結構ね面白いと思います。本当に悩むことによってチャンスはすごい増える。そんなこと言ったら私会社で仕事であんなに悩んでなかったら今頃ブログも YouTube もやってないですからね。今ここにいないと思いますし、自分が悩んだからこそ同じことで悩んでる方に何か
か伝えたいと思ったっていうのもあるし、何が言いたいかというと、悩みを怖がらないでほしいなって。悩みを怖がるんじゃなくて、味わうというか楽しむぐらいの気持ちを持つことが大事だし、悩みに飽きたら場所を変えましょうということも私はすごく言いたいですね。またこれかみたいな、またこんなことで同じこと悩んでるみたいな。でやっぱね、それが改善する場合もあるけど、しない場合もあるし、というかしなくていい場合もあるんですよ。例えば私はすごい内向的だから会議で発言できないっていうのがめちゃくちゃずっと悩んでて、もう4年間ずっと悩んでたんですけど、でもう悩んでも同じことぐるぐる悩んでるだけで、じゃあ今日はこれ試してみよう、あれやってみよう、これやってみようってやってみたけど、もちろんそれでうまくいく人もいると思うんですけど、私の場合は一向に治るっていうか、一向に変わらなかったんですよね。あまりにもその内向的の性格が強すぎて全然変わらなかったので、もういいわって、そんなことを考えるために生きているわけではないと思ったっていうか、人間一日に考えられることってやっぱね、悩みに対してどんだけエネルギー使うかとかもやっぱある程度決まってると思うし、一生の間でどんだけいろんなことを考えるかとかっていうのも、ある程度決まってると思うんですけど、内向的で会議で発言できないっていうこと、そんなに時間かけて悩むことじゃないと思うんですよね。ある程度飽きたなと思ったら見切りをつけて、別に会社辞めるとかまではいかなくてもちょっと視点を変えるとか、悩みの方向をこうちょっとチェンジするというか変えてみるっていうのはすごい大事なことかなと思います。はい、ということで今日はこんな感じでお話ししたんですけども、また何か質問とかご相談とかあれば気軽にコメントをしてくださると嬉しいです。ではでは、ゆきみんでした。バイバイ。